赤い部分が一番のポイントになってくるので、ちょっとインパクトをつけるためにいつもより勇気を出してちょっと濃いめにつけてもいいのではないかと思います。こんにちは、杉浦彩香です。いつもは男装モデルやイケメン女子というジャンルで活動しています。今回は、いつもと違った感じでほろ酔いメイクというちょっと女の子らしさが出るようなメイクに挑戦してみました。またぜひ見てください。どうぞ。今回使ったカラコンがエアリーさんのクオリテワンデーカラコンで、色がブラウンですね。これは直径 14.5 でブラウンなんですけど、ちょっと薄めの濃くないブラウンなんでちょっと可愛らしく見える色なので、今回これを使いました。今回使ったファンデーションがイヴ・サンローランさんのアンクルドポールクッションの B20 ですね。これはクッションファンデなんですけど、いつもだいたいクッションファンデを使ってるんですけど、結構乾燥気味の肌なんでクッションファンデの方が馴染みやすくって、だいたいいつもこれを使っています。いつもパウダーファンデーションを最後にやるんですけど、今回はほろ酔いメイクということでちょっとマットな感じよりツヤがある方のがいいので、今回はパウダーファンデーションもなしでやりました。眉毛なんですけど、K パレットさんのラスティング 3way アイブロウペンシルのカラーが04番です。いつも結構上目のちょっとキリッとした眉毛なんですけど、今回はちょっと女の子らしさを出した方がいいかなと思って、少しいつもよりか角度をつけずにちょっと平行気味の眉毛で描きました。次に使うのがケイトさんのデザイニングアイブロウの N とライトブラウンですね。これは色が3色あるんですけど、使った色が一番濃い色の茶色と真ん中の薄いブラウンのやつを使うんですけど、こちらの太い筆で両方ともの色を混ぜながら眉毛に付け足していく感じで描いていきます。次に使ったのがケイトさんのデュアルブランドアイズの SV の1です。これは下の黒い方の色だけ使うんですけど、筆とかを使って下のラインを、基本的に下のラインをあんまり引いたりしないので、これで形が分かるように下の目尻から黒目の真ん中辺まで少しなぞって描いていきます。次に使ったのがキャンメイクさんのパーフェクトスタイリングアイズの14番ですね。これは赤とかピンク系の色が多いんですけど、中くらいのピンクを目の全体の上の辺をちょっとなじませる感じで付け足していって、その後にこの一番薄いピンク、白に近いピンクなんですけど、これを最初につけた下地のラメの茶色と今の使ったピンクをなじませる感じでぼかす感じで全体的に上につけて足していきます。次に使うのがケイトさんのブラウンシェードアイズの BR7 番ですね。これは一番右にある白いのだけを使うんですけど、目頭のとこから下の黒目の部分にかけてなぞる感じでちょっと可愛らしく見えるように付け足していきます。で次にコージドーリーウィンクさんのペンシルアイライナーのブラウンですね。これはもうすごいちょっとなんですけど、目頭の辺にほんとちょんちょんと付け足すだけなんですけど、ちょっとあるのとないのじゃちょっと若干気づかれないかもしれないですけど変わるので、いつも一応描いています。次に使うのがビューラーなんですけど、これはコージーさんのビューラーでカーブが結構効くやつなんで、いつもこれを使っています。次に使うマスカラなんですけど、不老不死さんのモテマスカラリペアのカール下地ですね。元のまつげがすごい短くて分かりにくいので、先にこの下地を使って上と下を全体的に塗っていきます。でその次に使うのが同じく不老不死さんのモテマスカラリペアのロングタイプのやつですね。今回はボリュームより長さの方がちょっと欲しかったので、これをさっきに塗った下地の上からさらに付け足してロングっぽくさせていきます。次に使うのが、これはシェーディングなんですけど、メイベリンさんのフェイススタジオの01ライトですの V フェイスの01番ですね。これは2色あって、こっちの茶色の部分の方を
ほっぺの頬の方にかけて、こめかみぐらいまで塗って影を出す感じで付け足していきます。でその後に口の白のラメの方を使ってハイライトみたいな感じで付け足していきます。次にチークを使うんですけど、キャンディードールさんのリップ&チークで、これはリップにもチークにも使えるんですけど、今回はチークとして使います。ほろ酔いメイクの一番のポイントとなる場所なので、このほっぺよりちょっと上の辺の目の下の辺からもうまっすぐ平行状に鼻の部分もやっちゃっていいので、全体的にちょっと濃いめの本当にほろ酔いぐらいの感じで付け足していきます。次にリップなんですけど、キャンディードールさんのリップスティック N のライムピンクというピンクなんですけど、だいぶちょっと薄めのなんか白っぽいようなベビーピンクに近いような色なんですけど、今回はちょっと可愛らしくというかピンクとか赤を重視に使いたかったので、今回はこの可愛らしいピンクの色を使いました。はい、次にキャンメイクさんのキャンディーラップリップの01番なんですけど、これはグロスっぽい感じでだいぶピンクっぽい感じの強いやつなんですけど、これをさらに上に付け足してよりピンクさを出させてみました。今回ほろ酔いメイクということで、なんかいつもとイメージを変えたかったので、エアリーさんのロングタイプの色はなんかゴールドっぽいようなちょっと明るめのミルクティーっぽいような色を今回使わせていただきました。今回はウィッグをかぶっているので、ちょっと頭の辺が寂しかったりもするので、今回このなんか黒の衣装と合わせた感じでなんかモコモコの可愛らしい帽子を付け足して完成です。いかがでしたでしょうか。今回ほろ酔いメイクということで、ポイントとしてはやっぱりこのほっぺから鼻にかけての赤い部分が一番のポイントになってくるので、ちょっとインパクトをつけるために濃いめに、いつもより勇気を出してちょっと濃いめにつけてもいいのではないかと思います。で今回はあんまり使わないんですけど、普段は使うことのないロングウィッグを使ってちょっと肩も出しつつ女の子らしい感じでしてみました。今回はドラッグハニーさんのちょっと可愛らしい女の子っぽいけどちょっとかっこいいさもあるような衣装を使用させていただきました。Twitter や Instagram もやっているので、杉浦彩香で検索すると出てくるので、よかったらフォローお願いいたします。他にもいろんなメイクをしているのでチャンネル登録をして、和装メイクとか男装メイクとかいろんなパターンのメイクもやっているので、よかったら見てください。バイバイ。